おはいえなし。先日の配信でファイナルファンタジー14初心者の質問に片っ端から答えたので共有します。その前に新規企画の宣伝。ヒカトークスイッチ2新規税編。最近14始めてドハマりしている初心者同士で集まって、14の何がおもろいか、どこに引っかかったか、今の悩みとか VC で1時間ぐらい喋り合いませんか？詳しい参加条件は画面を参照ください。応募は概要欄の Google フォームからどうぞ。皆さんの参加お待ちしております。宣伝終わり。早速本編どうぞ。スイッチ2版はモバイル版と関連性はありますか？一切ありません。開発会社も別でサーバーも違います。Steam 版とスイッチ2版で同じアカウントで遊べますか？遊べます。公式の FAQ 上、同じサービスアカウントで PS5、Xbox、スイッチ2、Windows、Mac、Steam のプレイが可能と書かれています。打足ですが、Windows 版と Steam 版は同じサービスアカウントに登録することができないともありますが、Steam 版とスイッチ2版の話なら無関係です。最近スイッチで発売することを知りました。以前は PC でプレイしてたんですが、PC を売ったため引退しました。スイッチ版で復帰したいのですが、アカウントの移行は引き継ぐ前に PC 版の方で何か処理をしなければいけなかったのでしょうか？教えてください。結論、事前の処理はいらないはずです。PC で使っていたスクエアエニックスアカウントの ID とパスワードが手元にあれば、スイッチ2版で入力すればそのまま使えます。ハードの設定はし直す必要あるけど。今更なのですが、PC 版からスイッチ2版に移行するにはスターターパックだけ買えばいいんでしょうか？スイッチ2版でも最新までプレイするにはコンプリートパックが必要です。はじめまして、質問失礼します。スイッチ2で始めたいのですが、ゲームをダウンロードしたアカウントと違うアカウントが始めてみようとした時、ログインはできないものなんでしょうか？私も知らなかったんですが、新しい任天堂アカウント側でも任天堂ストアから自分で14をダウンロードする必要があります。スイッチ2でフリートライアルをプレイした後製品版を購入したんですが、ゲーム内で FC 制限だとフリートライアルの時の制限がかかったままになっています。改善策などありますでしょうか？製品版がまだ有効になっていないんだと思います。モグステーションでレジストレーションコードを入力する必要があるので、モグステーション14レジストレーションコードで検索して一番上に出てくるゲーム8さんの手順通りに入力してみてください。初見です。失礼します。スイッチ2でまずフリートライアルを使って動作確認して問題なさそうだったんで PC で使っていた14のアカウントに移行しようと思ったんですが、スクエアエニックス ID を変更できないことが判明しました。仕方なくスイッチ2のトライアルを使っていた ID のスクエアエニックスアカウントで登録を解除してみたものの状況は変わらずです。何か手立てあるのでしょうか？公式に一度紐付けたら解除変更はできないと明記されているので自力では戻せません。サポートセンターに経緯を説明してお試しで紐付けたスクエニアカウントの解除を依頼してください。悪意のある紐付けでなければ応じてもらえるはずです。初見です。はるか昔に PC 版でフリートライアルを遊んだ経験があったのですが、このままスイッチ2版でプレイしたいときは製品版月額料金をそれぞれ払う必要があるのでしょうか？そもそも PC 版のフリートライアルで遊んだアカウントはスイッチ2版に引き継げないので、スイッチ2版では新規に始めることになります。その上でスイッチ2版のフリートライアルを遊ぶことになるので、製品版のパッケージも月額料金も不要です。100から150時間ぐらいプレイするまではずっと無料で遊べます。すでに契約しているプレイヤーがスイッチ2をプレイする場合、別途半額月額がかかるとのことですが、その場合エントリーかスタンダードのどちらの半額なのでしょう？選んだコースの半額です。エントリーコースだったら1300コインのところが650、スタンダードコースなら1500のところが750になります。ハードレイアウトの編集とかスイッチやと簡単にできますか？ PC 版のパッド操作と同じ要領でできます。ただすでに PC とかに設定済みのハドがあるんだったら、事前にキャラクター選択画面からその設定をアップロードして、でスイッチ2側でダウンロードすればハドごとコピーできるので、そちらの方が早いです。左下のチャット欄を大きくしたり表示行数を増やすことはできませんか？これではチャット不可能では？できます。L ボタンと右スティック押し込みでパッドマウスモードにしてチャット欄の端を掴んで広げれば大きさも表示行数も変えられます。スイッチ2版についての質問です。テレビモードと携帯モードを切り替えるとき、ドックからの抜き出しでログイン状態は維持されますか？携帯モードからドックに切り替えてもログイン状態は維持されます。クロスホットバーについて質問なんですが、戦闘用の設定動画などはたくさん見つけられたんですが、非戦闘時に使いたいスキルやショートカットを詳しく解説している動画は少なくて困ってます。デフォルトだとクロスホットバーの L2 側に全て設定されていますが、レベルが上がれば邪魔になるのは明白なので序盤から手癖にしたくないのでどうしたらいいか教えてほしいです。私は赤間同士ですが、通常のクロスホットバーに加えて ZL2 回押しと ZR2 回押しで使うダブルクロスホットバーを使えば戦闘用のスキルの配置は足りていて、であと非戦闘時に使いたいスキルは別のホットバーに置いてます。どこかっていうと、ホットバーには1番から8番まであって、ジョブを変えるとジョブごとに切り替わる枠とジョブを変えても切り替わらない枠があるんですが、後者に置いてます。それで邪魔になることはありません。スイッチ2触ってみたんですが、普段キーマウス勢なのでコントローラー設定に苦戦しました。スイッチ2向けにおすすめ設定動画など投稿する予定はありますか？今のところ予定はありませんが、同じ要望をたくさんいただいたら考えます。 PS5 勢なのですが、おすすめマウスってありますか？何でも動作するものなんでしょうか？それとも別にマウス必須とかではないのでしょうか？ PS5 勢のあなたがスイッチ2版でマウスを使おうとしているという前提で回答しますが、まず使えるかでいうと、公式の UI ガイドにスイッチ2で対応した USB また Bluetooth マウスとキーボードはどれでも使えますと記載があります。ただ私の体感ではスイッチ2の操作にマウスは必須と感じませんでした。携帯モードならタッチパネルで直接操作できますし、ドック接続時も L ボタンと右スティック押し込みで仮想的なマウスモードに切り替えられるからです。7年ぶりに復帰したんですが、ストーリーの ID はソロで NPC と行く人が多い
いんでしょうか？どちらが多いかは断言できませんが、実際のプレイヤーとパーティーを組んでいく人の方が多いとは思います。その方が早いですし、その方が MMO らしいので。新生編で2回挫折してるんですが、本当にイシュガルドから面白くなるんでしょうか？私は面白くなりましたとしか言えないです。新生いつ終わるの？ずっとお使いしてます。15時間から20時間ぐらいだと思います。自分の進み具合を知りたいんだったら、クエストを受注した時に表示される必要レベルを目安にしてください。申請を全部クリアするとレベル50になるので、レベル25のクエストなら半分ぐらいまで来たという見方ができます。申請は面白くないと聞いてたのに面白いです。申請の不評要素は何ですか？お使いが多いという意見が一番多いです。ただ、お使いという言葉自体をもう少し正確に言語化しなきゃなーって最近思ってます。トイレ中にシャキった場合、トイレを優先しますか？ゲームを優先しますか？なお、大の状況でコントローラーはトイレ持参の場合です。トイレの見込み所要時間とシャキった時の残り時間を天秤にかけて間に合うと見込めた場合は、他の3人には申し訳ないんですが放置して超スピードで済ませて戻って参加します。私は年1ぐらいでしかログインしてないんですが、家康さん流のモチベの維持のコツってありますか？無理にモチベを維持しようとはしていません。私もコンテンツ実装時に1日12時間から15時間ぐらいやって、で終わったらほとんどインしないタイプなので、そもそもその場面が起きないっていう感じです。やる気になる時ってどういう時か今振り返ると、結果的には一緒に遊ぶ人がいる時と、あと攻略動画作る時とかアウトプットする機会がある時の2つが原動力だった気がします。動画作るまでいかずとも感想を SNS でシェアするとか、発信を見据えてプレイすると維持につながるかもしれません。新生をプレイ中の若葉です。おしゃれ装備で冒険を進めていきたいのですが、序盤から入手する方法はありますか？フリープレイでしてるので負け場が使えません。ちなみに召喚師で進めています。フリープレイだと有効な手段はほぼありません。トレードもマーケットボードもリテイナーも使えないので、あえて言うなら不定期開催のシーズナルイベントの報酬は可愛いものが多いのでそこかな。14に興味がありフリートライアルで始めようと思ってます。初心者がフリートライアル分をクリアするのに目安となるプレイ時間を教えてください。メインストーリーを突っ走る形式でも100時間ぐらいはかかると思います。クレセントアイルはソロでもできますか？できます。私も最初の5時間ほどは2人でしたが、その後15から16時間ぐらいはずっとソロでした。自己回復できるサポートジョブを選べばセルフで進められますし、クリティカルエンカウントだけシャウトで没収してパーティーに入る形でも大丈夫です。ずっと歩いてるのも疲れました。乗り物はチョコボと飛空艇しかないんですか？基本的にはチョコボです。飛空艇は移動手段としてはほとんど使えません。厳密にはチョコボよりもう少し速い乗り物もありますが、今の時点ですぐ使えるものではありません。あとチョコボで飛べるようにもなりますが、これもストーリー進行や風脈と呼ばれるものの解放が必要です。ちなみに詳細地図を手に入れるとチョコボの移動速度が少し上がります。チョコボなくても課金アイテムで乗り物乗れますか？乗れません。マウントが解放されてない段階ではモグステーションで買ったマウントも使えません。すまぬ、マウントって何？マウントとは乗り物のことです。果物とリンゴの関係と同じで、マウントという乗り物の中にチョコボなどがいます。わかりにくいよね。余談ですけど私は DPS っていう言葉がずっとわかりにくいと思ってます。アタッカーでいいじゃんって。なんで14って DPS っていうのか誰か知ってる人教えてください。スイッチ2に来るなら先に PC から始めるかと思い、今フリートライアルで蒼天の直前まで来てるんですが、スイッチ2にフリートライアルは引き継げない。製品版買うか爆速でストーリーやり直すか悩み中なんですが、どちらがいいのでしょうか？質問者は1日1時間しかできないとのことなので、フリートラで無料で遊べる期間が長いということでもあるので、まだ課金する踏ん切りがつかないのであれば作り直すのもありかと思います。過去の動画で上手いヒーラーの需要は青天井と言っていたと思うんですが、それは今でも変わんないんでしょうか？変わらないと思います。今は端境期なのでそもそも募集自体が少ないですが、 8.0 が来ればまた枠は余ると思います。上手いヒーラーがいると練習効率も突破効率も全然違うので需要は一番高いと思います。現在侍でプレイ中なんですが AF2 装備がないと最近知りました。理由を調べたんですがよくわからず、他のジョブでも AF2 装備がないジョブなどあるのでしょうか？ AF 装備はその拡張パッケージ時点で実装されているジョブ向けのシリーズです。 AF2 は蒼天までに実装されたジョブが対象なので、次のグレンで実装された侍にはありません。累計日数3300日の初心者です。若葉がいるとどんどん床を舐めてくれていいぞ、楽しんでくれと思いながらプレイするんですが、実際の若葉の人は迷惑かけたらどうしようとか色々不安になりながらプレイしてるみたいです。こっちはそんなの気にせず楽しんでほしいので、なんて声かけすればいいと思いますか？私の一意見ですが、無理に声かけなくてもいいと思ってます。目の前の人が不安に思ってるかどうかはわかんないので無理に声かけなくていいという考え方です。もちろん明らかに困ってそう、何度も死んでる、分かってない素振りや発言があるといった場合は手助けした方が温かいと思います。家康さんはメンターですか？初心者を見つけたらビギナーチャンネルに招待した方がいいですかね？私はメンターではありません。ルーレットを回してない弊害で MIP 推薦をもらった回数が足りてないからです。ビギナーチャンネルへの招待は参加するかどうかは初心者が決めればいいですし、合わなければ脱退すればいいので、招待した方がいいかは分かりませんが招待してあげてもいいとは思います。今剣術師26レベルになりました。クロスホッパーにスキルは何入れたらいいですか？レベル26ならまだ全部入るので、とりあえず全部登録して使ってみてください。使う中でピンとこないものが出てきたら外すか、2番3番のホットバーに移せばいいだけです。私は1番のホットバーに単体攻撃、2番に範囲攻撃を置く使い分けをしていて、これだと溢れにくくなります。暗黒騎士の瞬間火力は DPS 職に匹敵するって本当ですか？配信中に視聴者の方から今は DPS に匹敵するほどではないと補足いただきました。初心者です。火力を出せて味方のサポートもできるジョブはありますか？
か？よく名前が挙がるのは文句、他に詩人や踊り子といったレンジジョブ、ダメージ軽減や蘇生が使える赤魔導士、全体回復やバリアが使えるピクトマンサーあたりもサポート性能が高いです。逆にサポートがほぼできないのは黒魔導士や侍で、それ以外は大体何かしらできます。スイッチ2から初めて操術師をやってるんですが、ここから貴公子になるには弓術師を経由する必要があるんでしょうか？まだレベル20です。経由不要です。貴公子はクラスから派生するジョブではなく、蒼天のイッシュガルドで直接解放するジョブだからです。レベル30以上のクラスが1つあり、メインクエストでイッシュガルドに到達してれば OK です。いくつかジョブのコンボ動画を見てみたんですが、どのジョブも3つのスキルを回すのが基礎コンボなんでしょうか？できれば1つのボタンポチポチでかっこいいコンボが繋がってくれる基礎コンボを持ってるジョブがあればいいなと思ってるんですが、そのようなジョブってありますか？見た中だとガンブレイカーがそんな感じのように見えたんですが、どうなんでしょう？バイパーが最新実装ジョブなだけあって、ボタンを押すとそのボタンが別のスキルに切り替わる作りが最初から組み込まれています。ただ来年1月の白銀で全ジョブリワークが入って、より少ないボタンで運用できるようにする方針が含まれているので、今の時点であまり気にしても仕方ない面もあります。昨日からスイッチ2で始めた開拓者です。受注したクエストからマップを表示しても結局どこへ行けばいいか分からず迷子になることがあります。マップの設定などで解決できるんでしょうか？それとも慣れるしかないんでしょうか？補足、街の中は大丈夫だが街の外フィールドだと分からなくなる方向音痴の辞任あり。開放してないマップでも目的地にマーカーを置かれるので、自分の現在地とマーカーを見ながらマップを動かせばたどれます。私は現実でも方向音痴なんで、地図アプリで自分の向き把握して、でその向きが目的地の方を向くまでその場ぐるぐる回って、で目的地の向き先になったら前進する、周囲の地形は一切見ないというやり方で乗り切っています。同じ方法で14も乗り切っています。ファイナルファンタジー14はソロでクリアできるのですか？ソロでクリアできます。超厳密には 0.1% ぐらい24人で行かないといけない場面もありますが、そこは自分が最初から最後まで死んでいてもクリアできるのでビビる必要はありません。何も予習せずに進めてください。妖怪ウォッチのイベントとかグレン祭とかあるらしいんですが、どの町まで行けばそういうイベントものは参加できますか？調べたらわかるのでしょうが、余計なネタバレ踏むのが怖いのでお聞きしたいです。申請の序盤まで進めていれば参加できます。基本どれもイッシュガルドまで行かないと解放できないという話は聞かないので、まず申請を進めてください。初心者の館のクエはやった方がいいの？絶対にやってください。理由は2つあって、1つは経験値アップのアクセサリーとその時点では強い装備がもらえるという実利です。もう1つはパーティープレイに必要な話が詰まっていて、 MMO としてゲーム内で動線が敷かれてる内容くらいは把握しといた方が後々トラブルにならないからです。初期設定から変更した方がいいシステム設定等ありましたら込み入るので、私のスタートアップ動画のエオルゼや降り立ったあたりを見てください。この動画の概要欄にもリンクを載せています。上手くなりたいなら目次殴るといいってよく聞きますが、具体的には目次殴ることで何が上手くなるのでしょうか？力のタイミングが体感で分かるようになるということなのか、スキルのボタン配置になれるということなのか、とりあえず殴ってみてますが、スキル回しの正解も分からず、本当にこの練習法でいいのかも分からず、もう何もかも分かりません。上手くなってきたら上手くなったと実感できますか？何も意識を向けなくても適切なスキル回しができる状態にすることが目次練習のゴールだと思っています。そこまで到達できたら上手くなったと思っていいです。そこまで持ってくとギミックこなしながらでも火力が出せるようになります。そもそもスキル回しの正解が分からないんだったら、まずジョブ名、レベル、スキル回しで検索して正解を理解するところからです。フリー版で漆黒までやり続けても問題ないですか？製品版のメリットがあったら教えてほしいです。問題ないのでフリー版で漆黒まで進めてください。製品版のメリットはマーケットボードが使える、テルが使える、 FC に入れる、ギルを30万以上持てるといったところですが、漆黒まで進める上で不便はありません。ただ漆黒の終盤でレベル80のカンストに達すると、それ以降の経験値が全部捨てられてしまうので、そこだけはもったいないかもしれません。 PC 版でもゲームパッド使う人多いように見受けられるんですが、キーマウと比較して操作がしやすいとかあるのでしょうか？ 14 のパッド操作はクロスホットバーが革新的と言われるほど使いやすくて、キーマウと比べて遜色ないところまで洗練されています。超厳密に言えばワンボタンで押せる分キーボードが有利な場面もあって、超上級者にはキーマウ勢が多めですが、ただその層にもパッド勢がいるぐらいです。運年ぶりに復帰したんですが、竜騎士のスキル回し、クロスホットバーのいい配置の仕方がわからないです。竜騎士、自分のレベルホットバーで検索すれば出てくるので、それをパクってください。私も新しいジョブをやるときはまず全部パクってます。コンテンツルーレットの待機時間でどんなことされてますか？私はネットサーフィンでコメントで一番多かったのはギャザクラ、あとは漫画、スマホ、スタレだそうです。クリスタルタワーをソロで散策したいんですが、制限解除というものでは入りませんでした。何か方法はあるのでしょうか？クリスタルタワーは最低3人必要なので、制限解除でもソロでは入りません。ただ普通にクリアしてクリア後に自分だけ退出せずデジョンを使うとスタート地点に戻れるので、そのまま一人で散策するのはありです。 FC 勧誘のテルをいただいたんですが、フリートラなのでテルで返信ができませんでした。テル以外でもフリートラでも可能な連絡方法はありますか？相手が近くにいるんだったらセイで返す手はありますが、周りにも聞こえてしまいます。どこから飛んできたかわからないテルなら無理なので諦めましょう。フリートライアルかもしれない初心者にテルで勧誘する相手が悪い。青魔同士ってやつ解放できたんですけど、ボスのラーニングってどうやるんですか？一人で倒せないです。パーティー募集で人を集めてやりましょう。私も一部ソロで勝てずパーティー募集でやった覚えがあります。ハウジングをメインで遊びたいんですが、メインクエストだけ進めてれば楽しめますか？なんならメインクエストを進めてなくても楽しめます。ただしハウジングを解放するための動線はメインクエスト上になくて、かつそこそこ時間がかかります。あとは土地や家具にお金がかかる
るので金策が必要になります。居住区の家って知らない人の家に入ってみてもいいんですか？不審者にならないですか？私は全く気にしません。家に入れる入れないは個別に設定できるので、入れるってことは入っていいと私は思います。近接 DPS でスキル回し覚えてもギミックでタイミングずれるんですが、ボスごとで微調整してるんでしょうか？それは経験積めば分かってきますか？ボスごとに微調整しています。なんなら調整しきれてないこともあります。みんなそんなもんです。こんばんは。おはららがきっかけで家康さんを知り、バトルポーズとかポートレートの写真を撮ったりするんですが、なかなかうまく撮れないです。いい撮り方やおすすめエモートありますか？ライトの調整、赤、青、緑とかの調整難しいです。申し訳ないんですが、質問する相手が違います。私はミラプリグルポ弱者なので、おはらら系の配信者さんに聞いてください。軽減スキルについてタンクの防御バフで 20% 軽減や 30% 軽減がありますが、これらの軽減率を 100% まで上げれば、敵の攻撃を無効化できるということですか？できません。軽減率は乗算なので、20% 軽減と 30% 軽減を重ねても、50% ではなく、0.8×0.7 イコール 0.56 で 44% 軽減にしかなりません。乗算だからこそ分散して使った方がトータルの軽減量は大きくなるという意味でいい仕組みだなと思ってます。パチンカスです。全員フリートラでパーティーって組めるんでしょうか？チャンネル登録しました。組めません。フリートライアルの人はパーティー参加はできますが、パーティー募集ができないので、誰か一人は製品版でないと募集機能が使えません。年々ジョブが増えてきてますが、家康さんは普段どうやってジョブチェンジしてますか？ギアセットから？私はギアセットです。ただ容量がいい手段ではなくて、容量がいい人はクイックパネルとかを使ってワンボタンでジョブチェンジできるようにしています。リージョンマッチングに向けて定型文文化を広めたいです。こういう挨拶や答えの定型文もあるんだがあれば教えてください。一通り見ればわかると思いますが、種類が多くなくてすぐ見切れちゃいます。3年ほど前に定型文だけで面接を突破できるかというネタ動画を作った時に全部洗い出したんですが、種類が少ないので定型文だけで広げるのは難しそうな所感です。今行月なんですが、行月終わる前にいろんなジョブのレベルを上げといた方がいいですか？今入ってるクランの方々といろんなことで遊びたくて必死にストーリーをこなしてるんですが、ストーリー優先で大丈夫です。特にいろんなジョブのレベルを上げておく必要はありません。まずストーリーをがっつり進めてプレイできるコンテンツの幅を広げるのが先決です。おすすめの金策あれば教えてください。金策を始められるまでのハードルの低さまで考えると、一番はギルドリーブだと思います。リーブ券を使って特定のアイテムを納品すると、ギルとクラフターの経験値がもらえるもので、納品するアイテムをマーケットボードで安く買ってそのまま納品するだけでも差益が出ます。最新コンテンツまで行くと、そこでドロップするレアアイテムを負け棒に流して金策したりできます。最近黄金ストーリーまでクリアしたんですが、ミラプリはいろんな面でギルを消費する機会が増えてきてギルが足らないという状況になりがちです。リーブ金策やルレ金策以外だとおすすめの金策はありますでしょうか？それ以外で言うと、傭兵、潜水艦、宝の地図パーティーが上がりますが、傭兵と潜水艦は稼げる状態になるまでが長いです。地図パーティーは視聴者情報で1時間あたり20万から50万ギルとのことですが、分散が大きいのでリーブ金策とかルレ金策と比べると一段落ちる印象です。フリートライアルでギルが溢れます。これ買っとけばいいよとかありますか？ダークマター G8、ギサールの野菜、フェニックスの尾あたりを買っとくといいです。特にフェニックスの尾はどのジョブでも他人を蘇生できるので何枚あっても困りません。あとギルドリーブで納品するアイテムを買い込んどくと、後でクラフターのレベルを一気に上げられます。ゴールドソーサー通貨のおすすめの稼ぎ方あれば教えていただきたいです。チョコボレース苦手でそれ以外のものあればありがたいです。毎週のファッションチェック、スクラッチ削り、あとゲートとロードオブバーミリオンが効率良かったというコメントがありました。シュガーライオットとバンプファタルどっち派ですか？どっち派でもありません。どっちもおっぱいが小さいからです。はじめまして、スイッチ2から始めたんですが、メインクエ、ジョブクエの他にサブクエがたくさんあると思いますが、サブクエやった方がいいでしょうか？今剣術師レベル26で100までいったら他のジョブ育てようと思ってるんですが、その時の経験値稼ぎのためにサブクエは取っといた方がいいんでしょうか？一切やらなくていいです。サブクエはロアを楽しむためのもので、実利はほぼなく得られる経験値もビビたるものです。レベリングはルーレットやディープダンジョンなど適したコンテンツで行ってください。こんばんは、スイッチ2で始めた新規です。メガネのセクシークロマお姉さんが絶対やりたくて呪術師からスタートしたんですが、初心者向けジョブを調べるとほとんどの場所で難しいとありました。今のところブリザードとファイヤーを連発するだけで簡単に思うんですが、この先きつくなるのでしょうか？操作が忙しいジョブは避けたいんですが、変えた方がいいでしょうか？変えなくて大丈夫です。クロマ同士は昔は難しかったんですが、簡略化が進んで、今は私目線赤魔同士やピクトマンサーより優しいぐらいに思ってます。あとは余計なおせっかいですが、今のうちにサンダーも使って継続ダメージ、いわゆるドットを入れ続けることに慣れとくといいです。過去動画のおかしなケテンラムさんはもう出てこないんですか？おかしなというか、カメラ回ってない時はあっちが素です。早速ですが、今回のクレセンタイル北西編でまるで機体の探検家のように探検していて笑いました。こんな感じで初心者の立ち上がりをサポートするため、不定期に生配信で質問に答えています。質問の際は事前に私のスタートアップ動画見ろとか、過去の QA 見てから質問しろとか野暮なこと言わないから気軽に聞いてください。今後もファイナルファンタジー14の役立つ情報をバンバン発信していくので、よろしければチャンネル登録お願いします。動画化に至らない小ネタは X で語ります。そちらもフォロー何卒おつゆなし。